明日からすぐ使えるはい投げ手、決まり手の投げ手編ですね。はい。相手をこう投げると上手投げ、出すと下手出し投げに、こういうもうこう、もう柔道と一緒ですよね。パーンで足で。親方講座。今日はですね、明日からすぐ使えるはい投げ手、決まり手の投げ手編ですね。はい。街中でですね、はいやっぱりこう投げてる人がいたときにすぐにこそうですねう判断できるようにですいや、やっねぱ。よくいますもんね、こう投げてる人が投げられてる人、そうですまあどういう決まり手かっていうのはやっぱ皆さんやっぱすぐ分かった方がですね。やっぱりそこは分かった方が絶対にこれからのためになると思いますもんね。はいはい、明日からためになる今回は投げ手編ですね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。講座の前にチャンネル登録、高評価、シェア、よろしくお願いします。親方チャンネル。はい。はい、ということで回しにね、はい、切り替えてきました。はい。決まり手投投げ手げ手編編ですね。次は。はいまあいっぱいありますからね。投げはね、本当にありますし、ね、なんかちょっともうやめて投げられたくないなって気持ちもありますけいど、や投げたくないし投げたくないって気持ちもありますけど、じゃあまずは上手投げ下手投げ。これはもう一番基本的な、はい一番やつでよく見るやつですね。まずその上手と下手の違いになるんですけど、上手っていうのはもうこの外からですね、相手の手のより外にあるで回しを取ると上手で、こっちですね、相手の手のより下、刺してるっていうんですけど、下で回しを取るとこれが下手、下手と上手があるんですけど、まずは上手投げはこの上手の状態で相手をこう投げると上手投げになります。で、じゃあ下手投げですねはこの回し取ってる手が下手の方から投げて相手が転んだ時にが下手投げになります。もう動きが速いんで、やっぱ見てる人は上手投げなのか下手投げかやっぱ分からなかったりすちょっとるんですけど。本当に流れの中でやるんで、大方はね、結構下手投げで上手投げ多かったじゃないですか。そうですね。自分でも下手投げの方が多かったですね。はい。それもだからこうお相撲さんによってやっぱ下手の方がちょっとこう、強い自信がある強い、はい、で上手の方が自信が力が出せるっていうお相撲さんによってはやっぱその決まり手もそうですね、出てくるのが変わってくるんで、やっぱこの取った瞬間組んだ瞬間に知ってる人は上手投げ来そうとかそうなんですね。で分かるんで、こうよりこう相撲が楽しく見えるというか、奥が深いのでぜひそのはい辺もこれで覚えていただければと。上手出し投げ、下手出し投げ、お願いしてよろしいですか。はい、さっきの上手下手はもう一緒のことですね。じゃあまず上手出し投げは、上手投げは投げなのでこういう感じでそうですね、投げるのが上手投げになるんですけど、そこに出すっていう、感じが入ってきますので、本当に大体この辺が多いんですけど、出すんでこうじゃなくてこういう感じに下にこう出すように相手をこう下にこう出すような感じが、それで打つ投げが出し投げっていうんですよね。で上手を持った状態でやると上手出し投げで、こっちの下手出し投げとこの回しが下ですね。下手でさっきと同じ動きですね。こういう動きで出すと下手出し投げに、これも出す動きが重要になってきますね、決まり手の。見る人からしたらもう全部上手投げなんじゃないかなとかって思いがちなんですけど、その一つ出す動き。そうです。でこっちに投げるのか、そうですね、こっちに投げるのか。出し投げとかっていうのはこう出してから前に、攻めたりとかっていう相手を崩す一個崩す動作でもあるんですけど、崩すのがもう決まっちゃうっていうこともあるんです。が上手出し投げ、下手出し投げになります。次回の親方チャンネルは元力士に会いに行こうということで、筋肉がもう全部硬直してるんで、それを次の日やってもらって本場所臨むとか毎場所ルーティンなんですよ。でもその時師匠は何もすんなって言ってるな、相撲を師匠になんか恩返しを、ほんまに父親みたいな感じでしたね。乞うご期待。
手投げ手投げ、もうこれはもう一番怖いですね。ですね。小手は、こっちがいいです。じゃあ、回しは取らないんですけど、相手のこの肘ぐらいですかね、ここを抱えた状態があるんです。これが決めるっていうんですけど、このまま出ちゃうと決め出しとかっていう決まりになるんですけど、この状態で相手をそのまま決めたまま投げる、こういう投げ方を抱えた状態で、ここはもうそうですね、ここは関節が決まってるんですけど、この抱えた状態で投げて、それで相手が転ぶと小手投げという決まり手になります。はい、これはもう完全にもう肘がロックされるんで、これ我慢しちゃうともう本当肘が怪我することがあるんで、小手投げ来たと思ったらもうすぐもう自分は抜いてましたね。もう危ないんで。確かに自分はもうだから逆にこの人小手振ってくるって人にはもう刺しといてからちょっと来そうな時にはずに脇に手を入れてもうやっぱり怖いんで振られるのが、だからパッと変えてはずにして押し出しの方に持っていくっていう流れで取るのが。なるほど、現役の時に教えてもらえたからですね。いやなるほど。現役対戦してましたからね。すくい投げ、回しは取らないで、すくい投げは絶対この手が下手、回しも取らないんですけど、この刺してる状態ですね。刺してる状態で相手をこうすくう、こういう感じで投げるっていうのがすくい投げになります。すくうようにで、回しをその時投げた方の手が回しを取ってない状態で投げを打つとすくい投げっていう風になります。首投げはそうですね、大体こうパッて中に入られて、こうやばい危ないって時に手を首に巻いてこういう感じで投げるやつですね。逆転が多いですね。首投げやったろうと思って立ち合いに行く人はほぼいないですね。食わないんで、やっぱこう土俵際までこう中に入られてて、もう何もするもうどうしようもできない時に一か八かでやる技ではありますね。自分よくもろ出しになることが多かったんですけど、武隈親方元豪栄道関にやっぱあの状態で首投げをよく食らったのをよく覚えてます。親方チャンネル。腰投げはあんまり出ないですよね。だから腰にもうここに乗っけるってことですね。多分もうこういう柔道のなんか技っていうかに近いですよね。多分回しも取ってる状態ですね。で下手やんね。やっぱ上手ってことはないよね。腰こうで多分ここに投げる瞬間多分ここにこう乗っけてこうですよね。こう投げると。はい。ちょっと乗っけて打つっていう大技ですよね。大技ですね。大技ですね。逆にこれが見れたらラッキーじゃないですか。ラッキーですね。はい。つかみ投げ。こっちの方が出ないんじゃないかな。体格の差がないと多分つかみ投げは本当にこれでちょっと飛べる。はい。ピョンこう持って投げるような。こんな。そうです。だから一回つかみ上げて落とすっていう投げ。大男と小人じゃないと。ちょっとそれこそなんか小学生と巡業先とかでやるような、それでちょっとふーって持ってそれで落としたらつかみ投げかもしれないですけど、なかなかこれは出ないと思います。掛け投げ。柔道の内股に似てるんですけど、相手の足にかけるんですよ。でそのままもう本当にこう投げるのが掛け投げなんですけど、相手の足にかかってないと掛け投げにならないですよね。そうですね。こう相手の足にかけずにこう投げたらこれ下手投げとかすくい投げになるんですけど、これがかかってたら掛け投げです。下手取ってても下手投げじゃなくて足がかかってたら掛け投げになるんですよ。で足かけてその足をこう跳ね上げるような感じで。だからもう本当柔道の内股とほとんど似てますね。かけて上げて
もう掛け投げで決まってるんですけど、でもその掛け手が崩れて今度最後この下手で下の投げを有利に見るのか、下手投げ上手投げを有利にすくい投げを有利に見るのか、このかけてこう投げるのを有利に取るのかで多分決まり手が変わってくるんで、今の掛け投げじゃないのとか足かかってたよねとか、でもすくい投げじゃんとかっていう、なんか一緒になってるんですよね。一本背負う。たまに出ますよ。これは結構たまに出るんですよ。ちなみに自分も決まり手一本背負うんです。大体土俵際ですね。やっぱこう攻められて、やっぱこう押されて、もうやばいと思った時にもうこう、もう柔道と一緒ですよね。パーンって相手を先に出す。背負なきゃかいなひねりとかになっちゃうんです。こう体がこう浮いてるかどうか。そうです。こうなってれば一本背負いです。手だけだとかいなひねりとか取ったりとか、そういうなんかそっちのそういうまた違う決まり手に細かく変わってきますね。変わってくるんです。ただもう一本背負いなんで背負わなきゃダメですね。親方チャンネル。二丁投げ。二丁投げもこうそうですね。こうですね。二丁足を2つ払うという意味で二丁投げなんですけど、こう柔道でいうと払い腰みたいなですね。なるほど。これ決まると結構もうバーンってこうひっくり返るというか、大盛り上がりです。大体投げは相手のね、この中に入れて投げる方が多いんですけど、それをもうこっちの外側の足を2本とも行くんで、もうめちゃくちゃ豪快な大技ですね。やぐら投げ。いきますよ。これで足で足を中に入れて、そうですね。足も使って持ち上げてから落とす。これも力の差がないと難しいですね。相手をここまで引き上げるって、モンゴルの力士の人はやっぱそういうモンゴル相撲からなんかわからないですけど、こういう投げあります。やる人多かったですね。投げ手では一番得意の投げ手はどれだと思いますか？自分は下手投げと掛け投げ結構多かったです。自分はもう多分すくい投げとかしかないんですよ。上手投げって1年に1回あるかないかで、なんかあんまり投げをしなかったんで、相撲のタイプでもう全くやっぱりその決まり手が全く変わってきますね。やっぱ親方はこう中から相撲を展開するんで、だから前に出る流れの中でグッてこう決まってすくい投げになるっていうのは、下手投げとか、そうですね。自分も中に入りたかったんで、あんまり上手投げないです。上手投げってそうあんまない。上手を取らないというか、取ってもなんかこう我慢するしかね、なんか取っても力出ない。それではですね、今、見ていただいた動画の中からクイズを出したいと思いますので、皆様何問答えられるか頑張ってください。
はい、はい皆様何問答えられましたか？どうだったでしょうか。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、シェアよろしくお願いします。お願いします。あと何か聞きたいことがあれば、コメント欄までぜひ、よろしくお願いします。お待ちしてます。よろしくお願いします。さよなら。さよなら。さよなら。